こんにちは。お元気ですか？週末ですね。お疲れ様です。最近は気温も涼しくなってきて、まだ寒くもないし、過ごしやすいですよね。さっきね、ちょっとニラ玉を作って食べたんですよ。なんか料理するのはめんどくさいけど、ニラ玉とかだったらね、ニラが切ってあるのがあったので、卵で炒めるだけなんで楽ちんじゃないですか。肉とかを使うとちょっとめんどくさいんですけれども、ニラ玉って超楽ちんですよね。で、その味も好きなんで、ニラ玉結構ニラがある時は作ったりするんですけどね。あ、そういえばニラってこの買ってきてその束のまま保存しておくよりも切った方が長持ちするって知ってました？なんかめっちゃいいですよね。こう切った方が長持ちもするし、使う時一気に最初に買ってきた時切っちゃった方が楽じゃないですか。しかも長持ちするんだったら切って冷蔵庫に保管しといた方がめっちゃいいですよね。なので私はニラを買ってきたら、まあ一束こうバーって洗ってザクザクザクって切って、それをタッパーとかにね入れて保存してます。で実際結構ね持つので長持ちするんで、あのこうタッパーに余ってるニラとかが今日あったんでね、それを卵と一緒にでニラ玉作りました。でね、今日っていうか最近こう気づいたことがあるんですけども、フライパンってさ、テフロン加工とかでもだんだんちょっとくっつくようになってきちゃうじゃないですか。でなるべくこう、テフロン加工っていうかね、フッ素樹脂加工って言った方がいいのかな。テフロンっていうのはあれですもんね。そのいわゆるテフロン加工って呼ばれてるフライパンが出始めた時のテフロン社だったか、それわかんないけど、そういうメーカーかなんかの名前ですね。それをそのままそういうくっつかない系のフライパンを全体的にテフロン加工っていうようになっちゃったっていう感じですよね。とにかくフッ素樹脂加工のねフライパンを使ってますけれども、そうそう、ちょっと最近ねくっつくようになってきちゃったんですよ。それでね、しょうがないからちょっと油を多めに入れたりとかして、卵焼きとかね特に作る時はやってたんですけども、ちょっと油を多めに入れても結構くっつくから、いよいよちょっとフライパンダメなのかななんて思ってたんですけれども、最近ねこう油を入れてこう火をつけてこうなじませるじゃないですか。こう手で回して油が全体の面に行き渡るように。でそれをする時にそれでもちょっと油が乗ってない隙間って若干できたりするじゃないですか。できないようにやってるつもりだったんですけども、それでなんとなくキッチンペーパーで少し伸ばすようにしたんですよね。そうすれば必ず全面が油乗るじゃないですか。ただその代わりキッチンペーパーに油吸われちゃうので、油の量が少し少なくなっちゃったりとかするんですけども、そうやってキッチンペーパーでちょっとこう拭いてっていうかこう全体に塗って、それから調理するようになったらくっつかなくなったんですよ。だから単純にこう油を手で回してただけだとやっぱり隙間があってそこにくっついちゃうのが問題だったんかもなーなんて思いましたね。ちょっとなんかすんごいちっちゃい発見なんですけど、いやこれからはキッチンペーパーでちゃんと全体を塗ってやった方が油の量少なくてもくっつかないなっていう発見でございました。そうキッチンペーパーといえばね、最近こうティッシュのストックが終わったんでね、新しいティッシュ出そうと思ったらキッチンペーパーだったんで、すごいなんかこうテンションが下がったっていうことがありましたね。なんかまだティッシュのストックあるから買わなくていいやとか思って買ってなかったのに、
そのストックがキッチンペーパーだったんで、なんかこう一人ぼっちでちょっとこうズーンと落ち込みました。もう落ち込むってほどじゃないんですけど、結構そういうことってありますよね。キッチンペーパーに気づかなかったくらい、私はちょっとその頃めっちゃ疲れてたんだなっていうふうに今から思うと思うんですけれども、そうそう、前回の動画とかでもね、めっちゃ疲れてちょっと休もうかなっていうか、ちょっと休息しっかり休もうみたいなことを言ったような気がするんですけど、あのー前回の動画の時ね、その日はまだ少し元気だったんですよ。確か喋ってるその前日とか結構死んでて、ただその前日に一日死んで休んだおかげで、その日はまあまあ元気だったんですけども、それでもね無理をせずに、一日のタスクで根を詰めずにそこそこやったんですけど、その次の日にね、またすっごい疲労がズーンときて、なんかね、あのある程度しっかり休んだことによって、やっぱりねこの蓄積されてた疲労が徐々に表面化してきちゃったような感覚ですね。で、なんかその日スーパーとか行ったんですけど、徒歩8分くらいのスーパーに行ったんですけど、もうそのスーパーから帰ってくる時にね、もうぐったり疲れちゃって、もう疲労困憊っていう感じになっちゃって、スーパー行って帰ってきただけなのに、なんかそれでもう帰ってきてもうガクッともうね、あの食材とかいろいろ冷蔵庫にしまって、お家で着てるいい加減なパンツに履き替えた後に、もうベッドから起き上がれなくなりましたね、スーパーに行っただけで。だからなんかね、本当に疲れがね数ヶ月のが溜まって、なんかねやっぱ中途半端にあれよりもちゃんと休んだ方がいいかもとか思って、それからここ数日なんかやってても、やりながら疲れたと思ってもキリがいいところまでとかじゃなくて、もう休んで、なんなら今日はもう何もしなくていいみたいな感じで、もう休むことにしました。じゃないとなんかちょっと良くない気がなんとなくして、やっぱ健康第一に考えなきゃなっていうのと、仮にねもう1週間ぐらい、例えばですけど1週間ぐらい何もしなかったとしても、もういいんじゃないかと思って、それくらいやっぱりね一回ちゃんと休んだ方がいいなっていうふうに思いました。自分でもねここ半年ほど、机に座ってパソコンいじってるだけだから、そんなんで疲れたとか思ってちゃダメとか思ってる気持ちもちょっとあったんですけども、それでもね、あのまなんていうのかな、土日とかがあるわけじゃないんで、仕事と違うからね、もう特に休養日を作らずにやってきたわけだから、たとえそれが自分でやりたくてやってるタスクだったとしても、やっぱね疲れるし、その中でもちょっとノルマをあの設定してたからね、それを達成するまでちょっと無理したっていうのもあって、ちょっと気持ちの緩みも出て、緊張の糸っていうか、別に自分で一人でやってたことなんだけど、ちょっと気を張ってたってことなのかな。ちょっとねやっぱ体がだいぶおかしくっていうか、正常になるために疲れが、わけわかんない感じで疲れが出てっていうのはありますね。それとね、前ちょこっと言ったけど、ちょっとね更年期がね、夏が終わったタイミングぐらいで少しそれっぽい症状も出始めたので、ちょっとね体もね少しわちゃわちゃしてるのかもしれないななんて思ったりとかしました。ちょっとしたのぼせみたいのもあったりとかするので、たまにね、だから更年期始まったのかもなと思ってね、そのうちね婦人科検診の時に、ついでに血液検査してもらおうかななんてちょっと思ってるところです。そうなんかね、もし更年期が始まったのであれば、なるべくだったら症状軽い方がいいじゃないですか。いろいろ漢方とかね、ホルモン療法とかいろいろあるんでしょうけど、なんかふと思ったんですけれども、
更年期の症状って一般的に言われてるのがその原因っていうか、その仕組みっていうか、女性ホルモンのね、エストロゲンがね、その子宮からこう出るのがもうやっぱね、ある程度の年齢になると出なくなっちゃうと。そうすると脳みその方で、脳でエストロゲン出してって指令を出してるのに出ないから、脳が出して出してみたいな感じ、なんで出ないのみたいな感じで脳がちょっとバグって、それでちょっとね、その辺の自律神経が乱れたりするっていうのが、その更年期が起きるその要因っていう風に言われてたりとかするんですよね。基本的なその要因っていうか、もしかしたら他にも要因あんのかもしれないけど、よく聞くのがそれなんですけどね。なのでその体温調節をしたりとか、その発汗したりとか、そういうのを司ってるのって自律神経じゃないですか。だからそういう部分でのぼせがあったりとか、倦怠感とかね、いろいろそういうのが起きるっていうことなんですよね。それを聞くと結構体調的に結構きついそうだなっていうふうに思うんですよね。ただね、ふと思ったのが、もしさ、脳みそがエステロゲンが出てないから、なんで出ないんだ、出せ出せみたいな感じで子宮に指令を送って、なんかそれが要因でなんか少し不具合を起こしてるっていうのであれば、あ脳みそにね、エストロゲンはもう出しませんというかもう出しませんとか、ちょっと少なくして徐々にちょっと、更年期というように私の体はそういう形で更新していくのですみたいなっていう風に脳にもう自分で意思を持ってこう伝えるような意識を持って指令を出せば、私から脳にね指令を出せば、もしかして症状が良くなったりしないのかなみたいに思ったんですよね。だから脳に変に慌てておかしな動きをせずに、もうエストロゲンは、そういう年齢的な問題でそろそろ出す必要がなくなってきたっていうのもあって、少なくしてますと。でそんなに出しませんと、あなたが出せと言っても出しませんっていう風に脳にエストロゲンは出なくていいんですっていう風に自分が意識を持っていれば、症状が良くなったりしないのかなっていう風に思ったんですよね。なんかこの自律神経が司ってるこの体の中のこの症状っていうか、働きって自分の意思ではどうにもできない部分じゃないですか。運動神経の方じゃなくて自律神経の方でやってるので。だって自分で心臓を止めてくださいって言っても心臓止まんないじゃないですか。もしかしたら老衰の時にある程度それはコントロールできるのかもしれないけど、もうそろそろいいなみたいな感じで、いいや、ちょっと話がちょっとそれちゃうので。ただそういう自律神経が司ってる部分でも、ある程度意識的にそういう体調をコントロールできる部分が少しだけあったりするような気がするんですよね。だからこう汗を少し止めようと思ったら、かなり頑張って意識したらそこそこ止まったりするとかあると思うんですよね。あとはこう呼吸を自分で司ることによってというか、ある程度こうそのテンポとか深さとか意識して深呼吸をするとかによって、その自律神経って、ここはもともとつながりもあるのか、相関性はあるのかもしれないですね。なのである程度こう脳にちょっとエステロゲン出ませんからみたいな感じで脳に連絡しておけば、なんかどうにかなりそうな気がしたっていう、ちょっとファンタジーっぽい話になってしまったかもしれないですけど、ただ自律神経も運動神経も思考も脳でやってる部分なので、
意外とそういうのってあるかもしれないななんて思ったりしました。なんかね、私も更年期のことについては全然知識がないので、一回ちょっと本とか読みたいなと思ってるんですよ。YouTube とかね、ネットの記事とかいろいろ情報は溢れてるんですけどね、やっぱりある程度この書籍として出してる信憑性があって、ちゃんとね、こういう書籍って大体巻末とかにさ、参考文献とかそういうの載ってるじゃないですか。でもちろん書籍化するにあたってその編集部の人とかいろんなところが関わってきているので、まあ要はこの信憑性が高いというか、一番、適当なものは出てないのと、やっぱりそれなりの人が書いてるので、大体大学教授とかが多いですよね。あのそういう本をね、いくつかちゃんと読んでみたいなっていうふうに思いますね。図書館とかじゃなくて、やっぱり最新の本が好きなので、そういう本って結構高いんですけども、ちょっと本屋に行く機会もなかなかないんですけども、あのアマゾンで買うとね、ちょっとパラ見ができないので、機会があったら、ちょっと本屋に行く機会がないんですけど、本を2、3冊ぐらいじっくり読みたいなっていうふうにはね、思ってるんですけどね。その上で自分がこれからどう自分なりの対策をしていくのかとかね、付き合い方をしていくのかっていうのをね、いろいろ考えたいなっていうふうには思ったりしますね。最近ね、キングダムのね71巻を買ったんですよ。めっちゃ話変わるんですけど、あの前回の動画でも言ったんですけど、ちょっとこう小休止というか、少し休みを入れようと思ったので、今年に入ってからキングダムも買わなくなってたので、ちょっと買おうかなっていう話をちらっとしましたけど、その数日後とかにね、ちょっと今日もあのちゃんと体を休めて無理をしすぎずにっていうことで、ちょっとゆったり過ごそうと思った時に、キングダムちょっと読んでみようかなと思って、近くの本屋さんに行ってね、71巻を買ってきました。今73巻まで出てるはずなので、72巻73巻はね、ちょっともうちょっと楽しみに取っといて、そのうち2巻まとめて買おうかなっていうふうに思ってます。そうそう、そんな感じでね、久々にそういう自分の大好きな漫画を与えたりとか、ちょっと無理せずにこう休んだりとか、体がきついなと思った時はそこで無理して続けずに一回どんどん休むとか、もう休むが正義くらいの感じで休んでたんですけども、そしたらね、ちょっと最近ね、少し眠りの質も少し上がったような気がするんですよね。最近夜中に目が覚めちゃうとか、ちょっと眠りがね、質も下がってるような気がしてたんですよ。でそれをちょっと夏の終わりぐらいから更年期に近い症状が少し出始めたから、更年期の症状の一つとしてね、眠りが浅いとかそういうのってあると思うので、それが原因なのかなって思ってたんですけども、もしかしたら単純に疲れが溜まりすぎてて、こう眠りの質が落ちてたっていうのもあったのかもしれないななんていうふうに思ったりしました。なのでね、もう本当に思い切ってね、ちょっとね、ちょっと休んじゃおうっていうふうに思ってますね。とはいえ全く何もやってないわけじゃなくて、タスクと呼ばれてる、私が勝手に呼んでるのは、やってるんですけども、体が辛いなとか疲れたなっていうふうに思ったらすぐに休んで、でもうちょっとやりたいなって思うくらいでもやんないみたいな、基本的に今日はお休みなんだからみたいに考えてますね。そうそう。あと肩こりとかね、背中がガッチガチでひどかったんで、朝だけヨガはねもうずっと習慣でやるようになったんですけど、もう肩がやばすぎてっていうのがあってね。でそのヨガもね、もうちょっと
いろいろできたら夜もやった方がねいいんですけどね、ちょっとその辺もね、健康第一っていうことを考えたらね、その辺もうちょっと真剣に考えた方がいいかもしれないですね。そうそう、ヨガといえばね、私はヨガマット、まあ当たり前だけど、皆さんヨガやってる方はヨガマットを敷いて自分で持っててやってると思うんですけども、私がずっとお気に入りにしてるので、ヨガタオルっていうのがあるんですよね。ヨガタオルっていうのかな、それ一般的に。要はヨガマットの上に敷く、ヨガマットと同じ形サイズのヨガ用のタオルっていうか、ラグ、ヨガ用のラグがあるんですよね。で、なんでそれが私好きで気に入ってるかっていうと、ヨガマットってこう汗とかついても、なんていうのかな、洗えないじゃないですか。まあ専用のね、こうなんていうんだろう、こう拭く用のスプレーみたいの売ってたりとかしますけどね。だからこうウェットティッシュみたいので拭いたりとか、その拭く用のスプレーでシュッシュッってしてタオルで拭いたりとか、そういうのはできるんですけども、やっぱりね、ちょっと衛生的にもっと気持ちよくやりたいなっていうのがあって、それでもうね、買ったのはだいぶ前ですよ。10年は経ってないけど、何年前だろう、そんな経ってないな。引っ越してくる前の表参道のなんかヨガ系のショップで買った記憶があるんで、だから引っ越してきて3年半ちょっとでしょ。だから5年くらいは前だと思うんですよね。そのヨガマット、ヨガのラグ、すごい洗えるのがめっちゃいいじゃないですか。で、乾きも早いし、でそのヨガタオル、ヨガのラグの裏側にこう滑り止めのこのポツポツっていうのがついてるので、このマットとねしっかりフィットしてずれないし、あとね、まあクッション性も若干上がるし、ヨガタオルめちゃめちゃおすすめですね。もしヨガマットでやってる方がいたら、プラスアルファでヨガタオル、まあヨガラグって呼んだりするのかもしれないですけど、を一つ持っとくと長持ちもするし、おすすめですっていうお話。まああと、人によってはね、スポーツクラブとかでねヨガやってる場合とかって、結構スポーツクラブでヨガじゃないや、マット貸してくれたりとかしますけど、なんか嫌じゃないですか、このレンタル用のマットって、もし拭いてくれてるとしても。だけどね、ヨガタオルを持ってってその上に敷いてやれば清潔ですごくいいですよね。で、ヨガマットってこう持っていくになると結構こうかさばるし、持って歩くの若干恥ずかしかったりするじゃないですか。でもヨガタオルだったらこう畳んでバッグの中にも入れれるんで、何気に私はヨガタオルいいなっていう風に思ってるんですよね。デザインとかもねいろんなのがあるんで、ネットとかでも売ってるけど、ネットとかだとこの裏側の滑り止めのボツボツのがないやつも多分あったりとかすると思うので、あのこうある程度いいやつを買った方が、いいやつって言ってもね大してそんなに高くないと思うんですよね。なんかね、私はこのたまたまヨガのショップに、別にヨガのショップなんか行くつもりなかったんですけど、たまたまこうそのね、いつも定期的に表参道にチャンピオンショップがあるんですよ。私チャンピオンがすごい好きで、たまにチャンピオンのお店に行ってチャンピオンの服っていうかスウェットとかさ、そういうやつなんですけど、T シャツとかね、そういうのを買いにわざわざチャンピオンショップに行くためにこの表参道駅に降り立って行くことがあったんですね。で、結構その辺でそういうスポーツ系のショップとかもあったりとかするんですよ。それでたまたまこうヨガ用品のお店があって、なんとなくふらっと入ったら、あのヨガタオルが半額とかに安売りになったんですよね。それで
へえと思って、安くなってると思って、でデザインもいろんななんか絵みたいでね、模様がすごい可愛かったりとか、なかなかいい感じのものがあったんで、しかも半額だったから買ったんですけど、値段全然忘れちゃったんですけど、まあそこそこの値段でも半額だからまあ安くなってたんでしょうけど、まあ、5,000円はしないと思いますね。なんだろう、だから半額だから2、3,000円ぐらいで買ったのかな。ちょっと覚えてないんですけど、でもまあそこそこいいものを買った方が多分いいだろうなっていうふうに思います。そうそう、なんか私が持ってるもので人におすすめしたいのは、まあ、ヨガタオルだなっていうふうになんとなく思い出したんでちょっと言ってみたんですけど、あとはこのあのえっとね筋膜リリースのローラーとかもおすすめですね。なんかこうエクササイズ用っていうかね、指圧のためっていう感じに使ってますね。私ヨガとかする前に筋膜リリースのローラーで背中とか肩とかこうちょっと脇の下あたりのこうとことか、いろいろ腰とかをね筋膜ローラーでちょっとコロコロするんですけど、まあちょっと指圧してるのとこう凝り固まってるところをちょっと伸ばすみたいな感じで、ちょっと運動する前にあれをやるといいですね。ちなみに私が使ってるのはトリガーポイントっていうやつなんですけども、いくつかね使ったんですけれども、それが使った中では良かったので、それもおすすめですなんか今日はおすすめのことばっか言ってる感じになっちゃったんですけど、うん、ちょっと今私が住んでるとこだとね、そのヨガショップとかねチャンピオンとかないからね、そういうのなかなか買いに行けないっていうか、やっぱねネットだとね自分が気に入ったやつを目で見て触ってこう買いたいんでね、なかなか買えないし、まあどっちにしろ今の生活はねそういうものを買える余裕がないので、まあいいっちゃいいんですけど、またちょっとチャンピオンショップにいつか行きたいなーなんて今ちょっと思い出しましたね。私はチャンピオンとミズノが好きなんですよね、このスポーツ系のメーカーだと。なので東京に住んでた時にはね、その定期的に表参道のチャンピオンショップ、まあ場所的にはまあ表参道っていうか原宿駅の方が近かったかもしれないけど、なんか表参道の方が行きやすいんで、まあそのチャンピオンショップと、あと神田にある水のショップ、水の専門店の水のショップがあるんですけども、そこもね定期的に行ってましたね。その神田はスポーツ街みたいな感じでね、スポーツショップがいっぱい並んでるんで、昔はスノーボード用品とかよく買いに行ったりとかしてたし、あと、まあ、古本屋とかもいっぱいあるんで、まあ、本とかもあるし、結構私だから神田界隈、神保町ですね界隈とかすごい好きだったんですけれども、まあそこでねコーヒーショップとかね、喫茶ブラジルっていうとこによく帰りに寄ったりとかしてましたねなんかそういうのをちょっと思い出したりとかしたんですけれども、またねいずれ私がまあそういうなんていうか、またちょっとお金がね人並みに収入が得られるような状況に戻ったらね、またチャンピオンショップに行ってチャンピオンの何か買いたいなみたいなそれがまあちょっとした夢と言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけども、なんかそうなれたらいいなっていう風に思いますね。やっぱねチャンピオンショップに売ってるチャンピオンはねすごいね可愛いし、デザインがすごい好きなので、そういえば私はあんまりブランド物のそういういわゆるお洋服とかバッグとかでブランド物とか全然触手が動かないというか、全然興味がないタイプなんですよね。
だからよくあるみんながヴィトンの財布とかさ、プラダのバッグとかさ、いろいろありますけれども、全然惹かれないとかなんかいいと思わないというか、たまにこうそのデザイン自体が自分の好みであるっていうのはあったりとかするんですけど、だから別に全然欲しくないから、そういう意味ではあのうんお金がかからないタイプかもなっていうふうには思いますね。そういうものに対してはなんですけど、その代わり違う部分でドーンとお金払っちゃう部分はあるんですけども、なんかこう自分がこれ欲しいなとか思ったものとか、そうそう、結構ドーンとしたものは買っちゃったりとかするので、そういう意味ではバランス取れてるのかなっていうふうに思いますね。要はそれに価値を見出せなかったら当たり前かもしれないですけども買わないし、逆に価値を見出したらすごい高いものでもやっぱ買いますよね。すんごい当たり前のこと言ったんですけど、そんな風に思ってるんですけども、今はね、何かが欲しいとかいうそういう欲求がね、正常に湧いてこない状態なので早く元気になりたいなっていう風にね思ってますね。そんな時でもね、本当にこう好きなものとか欲しいなってものとか、なんかそういう感情が一切なくなった時でもコーヒーだけは美味しく感じられたので、いわゆるそれが生命線みたいになってね、ちょっとずつコーヒーが美味しいとか漫画が面白いとか、そういうのちょっとずつ編んでいってというかね、命綱にしてねちょっとずつ元気になってきたんじゃないかなと。それで今は、自分でこれをやろうと思ったことをタスクをね少しずつやっていけてる状態なので、そうやってね私も徐々に元気になっていきたいなと思ってるところなので、そこでねなんか疲れすぎて健康第2に考えてしまうようではやっぱり良くないので、そういう意味では戦略的怠惰っていう感じでね、ちょっと休もうかななんて思ったりとかしてます。そんな感じでございました。ちょっとなんか話そうかなって思ってたことあったような気がしてたんですけど、どうでもいいキッチンペーパーのこととか話してるうちにちょっと忘れちゃいましたね。話がそれで連想ゲームみたいにどんどん飛んでっちゃって、ちょっと今日もよくわかんない感じになっちゃいましたけどそんな感じでございました。それではまた。